で、本譜はこうなりました。こちらも全然普通の手ですね。黒の連を止めながら剣先を作って、ここの連との相性もいいということで、自然な手だと思います。レンジはね、その定石通りじゃなくても、自然な手を打ってればね、そんなに簡単には負けないっていうか悪くならないんで、そういう意味で言うと、最善の進行、ソフトで言われる最善の進行を覚えるのは、大事っちゃ大事なんだけど、そこまで優先度高くないかなと思いますね。13、14、15となりました。これは至って自然な交換ですかね。13で、剣先を連で叩いて、14と、この作ったのを止めながら作って、で、15と、形の急所に受けました。こうするより、こうした方がね、これ止めてるのは連1個だけなんですけど、ここに打たれた時に、連が2つ出現するっていうことを考えると、これ事実上2個止めてるんで、こちらの方がその急所に響いてて、なおかつ、次にこうとか、こうとかっていう、結構わかりやすい狙いを残してるので、これは結構形のいい受けですね。で、16と、16はその狙いを受けたっていうことですね。ここまでだけ見てると、どうだろう。若干、黒持ちかな。うん。ここまでだけ見てるとちょっと黒持ちな気がするけど。でもまず全然難しい。もしかしたらそのソフト的にはね、どっちかに差がついてるかもしれないけど、人間的には全然一曲だと思います。17か。そうだなぁ。とりあえずある手なんですけど、こういうのがちょっと見えるっていうのと、あとなんかね、こうとか、こうとか、こうとかが結構、シンプルに有力に見えるので、この辺ちょっと考えてみたいかなという気があります。でも打たなかったってことは、そんなに有望じゃないんかな、この辺。この黒17の局面はね、菊並べで検討する側の立場としては、ここ何かなかったのかっていうのは要検討ですね。うん。直感的にはね、こうか、こうしたいかな。これもある、ある。これもある。ただちょっとトリッキーなところでは、裏から押さえる手もあるかな。どうだろう。でもこれちょっと消極的ですね。連2個止めてるとはいえ、で、次になんか狙いもちゃんとね、こういうの残してるとはいえ、受けてるだけなんで、ちょっと消極的な気がするけど、でも全然こういう17も発想としてはありますね。ただね、こういう手を打つと、なんかね、こうやってなんかいきなり襲いかかってくる手がちょっと気になるんだけど、ね、これに対してちゃんとなんか返せる準備があるんだったら全然有力かな。こういうので返せるかな。こういう時になんか連と剣先を、じゃあ、連とかね、剣先を止めながら作ると、なんか、例えばこういう手なんですけど、こういうのをやると、なんかこう20とかで、こう、手を稼がれながら受けられちゃうんで、なるべく、こことは関係しないところから攻めていって、白からこれを使わせるぐらいの気持ちでやりたいんだけど、気持ちはね。でも17もあるんかな。どうだろう。ちょっとトリッキーだけど、あるかな。なんかね、ソフト的にはない、もしかしたらないかもしれないけど、そういう感じで、とにかく手が広いですね。本譜はこれやりました。で、18。こちら。これ積極策ですね。つまり、こうするのではぬるいということで、どういうことかっていうと、すぐにまずこの剣先を叩く必要があるのかっていう話をすると、こういう手ですぐにやると負けてしまいますよという手があるんですけれども、では、じゃあこれこうするの、剣先を止めてないからまずくないってなるんですけど、これはどういう手かっていうと、同じように打っていくと、この瞬間に、これが先手だよって言ってるんですね。飛び3で3を止められますよって言ってるんですよね。なので、その18というのが、多分成立していると。多分っていうのは私何も読んでないんで、対局者の意図としては成立しているという意図で打ったんだろうなっていう意味合いにおいて多分です。多分成立してるんだろうなっていうことです。で、なおかつ、これを止めるよりも、これ直接的に連作ってるんで、
すごい積極的ですよねっていうのと、まあ、この15と17から来るね、その、桂馬の網を破りながらの手なんで、まあ、感触は、いい手なんだけども、どうかなっていうところですね。ここも、その、黒としてはかなり手広いので、これあれか、こうした時にこうするっていうのを警戒したかな、ひょっとして。だから、間に合わないと見てこうしたのか。うん、なるほどね。あと、まあ、なんかこの18っていう手は、まあ、いつやるかは別として、なんか飛び3から使ってくるっていう手もあるかもしれないので、そういう意味合いもありますかね。で、黒はどうするかっていうと、どうしようかね。まあいろいろあるとはいえ、直接的に攻め筋に加担してくるのは、基本的にこの飛び3や3匹があるからなんですよね。なんで、こっちの連を止めていけば、一旦は、脅威は解消されるのかな。で、あとはそれを黒が十分と見るかどうかってことで、まあ、十分と見るんだったらどっちかを止めるんだけど、例えばこうするとこういうので、ちょっと連作られながら止められて、それがどんどん続いてうるさいかなって思うから、止めるんだからこっちの方かな。まあこれもこういうのでうるさいか。ちょっとね、ここはちゃんと考えないと次の手はわかんないかもしれない。あとはなんかこう出せたことによって、まあこれがちょっと超連数値で威力が下がってて満足っていうことなら20っていう手もあるかもしれないんだけど、さすがに消極的だな。この20受けただけなんで、ちょっと展開された時に自信ない。かなり、だからこの20打つってことは、こういうのを全部受け止めてやりますよっていう手なんだけど、まあ、こうとかこうとかをね。何かしらあってもおかしくないからね。自信なし。あと、こういう手はまああるかな。こういう手はある。何やったんでしょうね。これちょっと次の手難しいかも。てか、まず19打ったの。あ、19は打った。で、20。20こうした。ほう。これしょうがなかったのか、それとも自信あるのか、どっちなんだろう。なんかこれ、私が見えてないだけで実は罪残してるとかある。あとあれか、こういう手っていうのは、この飛び3がある限り一生白は先手だから、なんか手抜いて攻めますよみたいな話なんかな。それこそこう、こうとかで。なるほどね。いや、なるほどって言ってちょっと局面についていけてるかわかんないんだけど、なるほどなのかな。ちょっとね、私の話してることに自信がないんだけど、まあちょっと次の手見よう、これは。わかんないから。これ寄付並びの特権で、ちょっと自分が考えてて、なんでこう打ったんだろうよくわかんないなとか、言語化できないな、どうしようって思ったら、とりあえず次見ようっていうことができるから、それがね、いいところ。実践だとね、打つしかないからね、自分で何かしら自分なりの答えを見つけて打つしかないから。というわけで、21受けたってことは、こういう手がやっぱりあれなんかな。ちょっと自信なしと思ってんのかな。わかんないけど、公開されるってこと。これどうなんだろうね。ちゃんと読んでみないとね、これマジでわかんないから、ちょっとここでうかつなことは言えない。まあ、ただ、っていう時は、まあ、対局者の、見方を私は尊重します。っていうのは、対局者の方が少なくとも今の私の100倍は読めてると思うので、ってすると、まあ、21と受ける必要があったんだと思います。単に受けるだけだったら、まあ、こういう手なんだけど、まあ、別に他の手も全然あるな。まあ、こっちからだと、普通にこうされた時に攻め続けなくちゃいけなくて、本当に攻め続くのみたいな話があるから、22と止めておくのはちょっと勇気がいりますね。で、こっちはこの縦の連はね、そんなに響きが強くないんで、止めるっていう意味においては、多分、こう、22みたいな手打たないかな。この22と20ってあらかじめ19で止まってるしね。受けるならこう。で、手抜きはさすがにないと思う。まあ、さすがにこの21は、どうなんだろう。単体で罪残してても全然おかしくないと思うんだけど、まあ、なんかあると思うんですけど、なので、受けるか、攻め味を残しながら、反発するみたいなことをするんだけど、反発するとしたらどこだろうね、これ。反発する場所がパッとわかんないから、こう打ちそう、やっぱり。後々のこういう手との相性もいいしね。私は多分こうします。
で、次。22打ちましたね。まあ、これは自然な手だな。で、黒は、この飛び3を気にするのか、しないのかっていう話があって。まあ、するにしてもしないにしても、こうとかこうは有力候補かな。こういうこういうのは、なんか本当に止めてるだけで何も働いてないから、こういうのはダメです。あとはなんか、仮にこの白からのこういうのが、大したことがないと思うんだったら、別の場所にその代償を求めるっていうのも、例えばこうとかこうとかは直接関連してるんだけど、まあ、こっちのラインから、作っていくとかも、発想としてはなくはないんだけど、まあでもこれ一回これ止まってるからな。なんかやりにくいように見えちゃうけど。本当に普通に打つんだったらこう、普通っていうかその無難に打つんだったらこう、どうすんだろう、難しいね、このレンジ。ちょっと難しいと、並べてる分には楽しいんだけど、なんかその言ってることの精度を保てる自信が全くないので、このあたり、そのどの程度信用するかは皆様にお任せします。私の発言が正しいとは限りません。なるべくね、こう、正しい内容を発信しようという、その意識を持ってやってるんですけど。なので私の感想としては、その23、まあ、こう打つのが一番丸く収まる。で、これは、ちょっと戦いましょう的な手だな。この辺は。あとはね、まあそんなもんか。まあこっち側に行く手もなく、まあないかな。こういう手打つっていうことは本当に白に何にもないよって思ってる時ですよね。こう打たれても、なんかもう全然攻め続かないでしょって言いながら、なんかめっちゃ怖いけど、打っていくみたいな。まあ見ますか。23か。いや、なんかダメって言ってごめんなさい。ちょっとごめんなさい。この手ダメって言っちゃってごめんなさい。打っちゃったどうしよう。こうしなきゃいけないかな。じゃあこうしなきゃいけないんだったら私何にもこの局面のこと理解してないです。そっか。そういうもんなんか。いや、ちょっとなんかね、これ見ちゃうと、なんか自分の手の解釈に自信がなくなるんで、そうだな。そっか、こう打たなきゃいけないぐらいの局面だったら白相当よく見えるな。いや、これ白なんでもできるってことで、これ23、ほぼ本当に止めただけだから、パスに近いから、好きなことできるね。好きなことできるけど、好きなことが難しいみたいな話か。なんかこちらの方をなんか先着して受けといてもいいし、こういう手で積極的に攻めちゃうっていうのも、まああるかもしれないし、まあこちら側の、なんか桂馬を作りながらね、攻めを服従するとかもあるかもしれないし、ここかなり手が広い。手広いよね。なんかちょっと、これ大丈夫かななんかちょっと自信がなくなってきたんで、いや、いつもそんなにすごい自信があるわけじゃないんだけど、いつもに増して自信がないんで、多分ね、手広いと思うんだけど、私の好みはなんかね、まあ、こうか、こうかな。でも、これで白から、早い手がなくて、例えばこう打ったら、こういう手で追撃して、黒よしとか、こう打ったら、こう追撃して黒よしみたいな、すごい高度な判断をしてる23だったら、いや、なんかめちゃめちゃすごい手が、ちゃんとしてるなっていう感じなんですけど。でもなんか、大丈夫な気がするんだけどな、こう、別にこう止めとけでもしてくれば。まあまあ見ますか。24攻めましたね。積極策です。まあこれなんかこうなった時にこうして、まあ大丈夫ってことなんかな。これなんかね、攻めてるんだけど、なんかわちゃわちゃして最終的に後手引くっていうことだけないようにしないといけないっていうのが難しいところ。25。この数手はちょっと見どころです。26、27、28。まあ、24、26っていう形で、この左側の剣先を用意したのは、後々の、こう、突き出しとか突き出しを、なんかね、あとこういう手とかもね、を、なんか用意したって考えると、ものすごくプラスの手で、で、それに加えて、28を、まあ、ほぼ先手に近い感覚で入れたっていう解釈をするのであれば、かなりうまくいってるように見える。なんか、それよりも単に28よりも、24よりも、すごい
得した感じですね。だから、ここ、白うまくやってんのかな。これ、返し技がないと大変ですよ、黒は。まあ、受けたりするんかもしれんけど。次の手。3、29。これは、そうですね。まあ、28とはいえ、1手緩んでるから、これが来る前に、攻めようってことですね。まあ、自然な発想。確かに、なんだろう。こう打つ気起きないもんな。こう打つ気はね、正直起きないから、うん、まあ、行くならこのタイミングしかないみたいな、感じ。まあ、シンプルに受けて大丈夫な気がするけど、どうだろうね。まあ、こちらでしたね。まあ、どっちもあるんかな。うん。なんかこういう手がね、ちょっと気になるけど、うん。まあまあまあ、別に、こうとかなんかな。あるいは飛び3しちゃうちょっと怖いような気がするけどね。どうなんでしょうね。31、32、33。まあ、こういうのもだと。いやー、俺打ってたら間違えて負けそう、こういうの。なんかこの14とかが、例えば4から3ってしたときに、この連を間接的に止めてるんですよ。なので、これを活かした受けしたいなって思うと、なんか下側に追い込んでいく方が正攻法なのかな、こうとかで。まあめっちゃ怖いっちゃめっちゃ怖いけど、まあこれもこれで取れるって考えたら、34みたいになんか縦から挟み込んでいく方がいい気がするね。なんか逆にこう下側の勢いになんかビビってこういうことすると、なんかこうとかで追撃された時に、じゃあ本当に受かるんかわからんみたいな。こっちの方が怖く見える。あと、剣先叩きは、まあこれで積まないっていうんだったら全然あるけど、ちょっとこれはちゃんと確認するのが必要。パッと見はこうかな。どうだろう。34こうですね。で、まあ黒はどうするんだろうね。35。まあそうですね。こういう手でね。やっぱりここを復活させたいという、なんか思惑が見えますね、これ。っていうことはこうするか。こうなって、まあ仮にこっちでも、ここ使えないからな。こうなって、こうしても、ここも3じゃないんですよね。だから結構ね、黒は攻めるのは簡単じゃないと思うんだけど。36、パッと見こうしたいけど、なんか抜けがなければ。なんか抜けてるかもしんないから。いや、こういうのほんとね、ちゃんと確認しないと、読み筋漏れて負けるんで、実践打つ人はね、こんな気楽に受けないでください。もっとちゃんと読んでくださいね。パッと見はこう。こっちか。まあ、こっちも、全然あるかな。これ負けるんかな、ちなみに。こっち。まあ、どうかわかんないけど、簡単には負けないみたいです。まあ、コンパこうでした。次の手。37。そうですね。やっぱりね、この借金があるから、どうしても先手でやんなくちゃいけないっていうのがあるのが黒としては辛いところなんだけど、ただ黒の主張としては、この33、36までで右下に受けさせたので、左上に目を向けようってことですね。なんか、つまりだな。こういう手とか、こういう手が入るので威力上がっただろうという主張ですね。実際どうなのかわかんないけど、まあ確かに見た目はちょっと嫌な攻めだな。なんかいっぱい繋がってくるように見えるから、いい手に見える、これは。白どうすんだろうな。これはね、マジでわかんない。これ次の手はね、マジでわかんない。どうしよう。結構怖いや。見ますか。受けました。怖いけど受かってるってことかな。ちょっと、一応、ポチる。まあ、いっか。39、40。ここに入った後何にもなければ、これは受け切ったっぽい感じがしますね。41と。まあ、なので、こう、形をすぐに決めないで、一回こちら側に打ってから、もう一回打とうってことですね。まあ、こういうのは攻めの厚みを増すっていうことでよくやるテクニックなんですけど。そうね、これどうなんだろうね。形勢はともかくめっちゃ怖いのは確か。次の手はね、通るのであればこうしたいけど、これ通るかな通らない危険があるんだけど、通るならこうしたい。これお気持ち。まあでもこうするか。あとなんかこういう手はね、普通にある。こうなった時に、こうなってこうして、これで、
完封でしょうみたいなことを言いたげの。なおかつこの剣先切りながら、こっちのレンにもちょっとプレッシャーをかけて、あなたどうするんですかみたいな手で、こういう手はちょっとやってみたい。これも、やりたいけど、どっちかな。あるいはね、二つとも負けてるって可能性もあるんだけど。パッと見はどっちか。二択かな。二択なのかな。まあ、他にも選択肢はいろいろあると思いますけど、パッと打ちたくなるのはこの二択です。まあ、あと、まあ、こういう手には、なんか三三金に見えるけど、資産があるよみたいなことは注意しないといけないです。で、次の手が、何かというと、何でしょう。42、こちら。まあ、これこちらと同じような意味合いですね。こっちの方があれかな、硬いっていう風に見たかな。こうやってこうされるのが嫌とかなんかなと思ったけど、これはこうか。まあでもこれとこれは、まあ意味合いとしてはほぼ一緒の手。どっちがいいかっていう話はあるけど。で、42、43。まあ、これはさすがにこうかな。44、45。いや、怖いけど、こういうのは受けてる人からすると読み切ってしまえば怖くないってやつなんだけど、ただ並べてるだけの人からすると怖いです。ただ、まあ、こうなってるんですけど、まあ、ここまで来ればね、さすがに、受け切りかな。これは、明確に受け切りました。まあ、というわけで謝りました。まあ、これはやむを得ないですね。まあ、黒、勝てなかったんで、受けに行くしかないってことで。まあ、ここにおいて、まあ、白の残った、まあ、こういうところの陣地とか、まあ、こういうところで勝てますかっていうことかな。局面で勝ってるのか、あるいはミスを誘って勝つのかっていう。まあ、このあたりはちょっと方針が分かれますね。まあ、パッとこう打って勝つなら分かりやすいんだけど、例えばこうなってこうなってこうとかされたときに、まず勝つのかな、これ。とかやってると結構大変だなって思うので、そんなに見かけほど簡単な作りはしてない。あとはね、これが地味にこっち側のあれまで効いてくるんだよね。だから、それは注意しないといけない。パッと見は54打ったらこうなってこうなってこうでうまくいかないかな。こういう感じでね、なんか全部埋められると、これちょっと満曲コースっぽいな。だから、その54みたいな手は打たないで、なんか一回こっちら辺を処理するなんか入れるかもしれない。わかんないけど。まあ、この辺対局者時間もないだろうから、割とフィーリングで打つんですよ、多分。なんで、パッとこう打つ可能性も全然あるけど、次の手。54と打ちました。これつまりこの長連を狙うってことですね。まあ、この長連を金手で狙うかっていう話は別にして、ここの剣先が消えると受けがちょっと限られるでしょうという意味合いか。こうして、こうして、こうしました。まあ、この剣先が邪魔なので切って、で、まあ、ここを、なんか、資産の場所にしてから止めておく方が効率がいいということですかね。58。やっぱりなかなか決めないですね。こう、こういう点。ここはね、切り札にしたいんだよね、白としては。これ打ったら勝ちっていう形にしたいから、なるべく条件を良くしてから打ち込むか、もしくは相手から受けさせて別の場所で勝つっていうのが理想かな。で、59、60。これは、いい手っぽいけど、どうなんだろう。61、62、6、このあたり時間ないかな。64、65となりました。まあ、これ33の焦点止めてるんで、まあ一般的な手ですね。ここから勝てるかどうかが正念場となりますが、いかがでしょうか。ここの長連が狙えるかな。こうなって、こうして、こうして、これ勝ってる。いや、超適当検討だから、分かってないんだけど、勝ちっぽい見た感じは。見ましょうか。66、67まで打って終局してますね。ってことは、これが分かんないかな。ちょっと見てみようか。こっち。そうですね。これが受かんないみたいですね。というわけで、67まで打って黒が投了という図になってます。で、白が勝ちました。いや、この連中、大変そうでしたけど、白の解消ですかね。これは、白がうまく打ったんじゃないかなって思います。まあ、道中の細かい評価値などはちょっとよくわかってないっていうか、私ソフト使ってないので、そのポチって言ってる場所以外では。片語の数値は一切見てないので、ちょっとわかんないんですけど、
全体的には白が解消な気がしますね。